はい、春影様は相変わらず逃げたそうですが、残った母様はそれほど重い処分にはなりませんでした。健介様？着きました。お姉様、新田様以下の皆様をお連れいたしました。どうしてちょうだい？大所帯ね。まあいいわ。本当ならちゃんとした表情の方がいいのだろうけど、一応健介はまだ裏方だから悪いわね。さて、新田健介殿、この度の春日山城攻城戦、勝利を得ることができたのはひとえに新田殿の助力あったればこそ。その功を素直に認め、かねて貴殿より要請のあった織田との公主同盟を受け入れよう。何？その反応。ちょっと何よ。そっちが不満なら別にこっちは同盟を受け入れなくてもいいのよ。何それ、私ってそんなに信用ないの？まあ今までに散々引き伸ばしてますからね。こればっかりは御大将が悪いっす。御大将のせい。何？だったらやめようかしら。越後のために働いてくれたその借りを返すため、ひとまず鬼とやらを駆逐するために力を貸す。ただそれだけよ。とはいえ。いえ、こちらも春日山を取り戻したばかり。同盟を結びはしましたが、今日明日に兵を出すことはできません。何よ。あら、クーたちを助けるときにいろいろ画策してたんじゃないの？それもそうね。こちらもアキコを出すから好きにすればいいわ。どうって何がよ。まあね。逆？
私には呼んだ覚えなんてないんだから、適当に追っ払っておきなさい。ごたごたの後に来る客なんてろくなものじゃないから会いたくないって言ってるのよ、私は。そういうことよ。健介、後で呼ぶから今は下がっておいて。遠い親戚が口出ししてきてね。まあ長尾家内のいざこざよ。わしは春影様付きのため動きづらい。実行は貴様に任せるゆえ、しっかりやるのじゃぞ。かしこまりました。では私はこれにて。うむ、武運長久を祈るぞ。おお、貴様が新田健介とやらか。なかなかどうして良き面構えをしておるの。我が名は宇佐美貞光と申す。通称はサーヤじゃ。よろしく頼むのじゃ。なんじゃどぎまぎしよってからに。小僧殿は年若女に欲情する変態なのかい？まあよく言われるので気にせんでよい。じゃがこれでもわしは貴様より年上なのじゃぞ。良き
驚きっぷりじゃな。なかなか素直な気性よな。よきかなよきかな。何にせよミク様をよくぞ助けてくれたな。長尾の家老として礼を言うぞ。うむ、御大将から聞いておる。鬼と戦うために織田と同盟を結ぶとな。じゃがの反対とは言わんが危ういとは思うておるな。越後が織田と同盟を組み鬼と戦ったとして、その隙に南の虎が動き出せば我らは越後にこもらんとなら。第三者に影響されて動けぬ状況で同盟を組んだとて両者に得などありはせんとな。年寄りの性分じゃ。気を悪くしたかの。おう、まあそうじゃな。解決する方法じゃと？武田を？あの貝の虎を仲間に引き入れる？いや、長年武田と敵対しておるわしらでは思いつかん面白い手じゃと思ってな。せん方が良いじゃろうな。武田の名を出した途端同盟破棄じゃなんじゃと騒ぐこと請け合いじゃ。じゃがまあ、わしは貴様を気に入ったぞ。なんじゃ気の抜けた返事じゃの。もっと喜ばんか。まあいろいろじゃ。そうじゃ。小僧には特別にわしのことをうささんと呼ぶことを許してやるのじゃ。うさの方が可愛いじゃろ。良き声に言われると閲楽ひとしおじゃな。小僧どうじゃ。今宵わしと床でまぐわわんか。貴様のような面白き男の子を弾痕の先から骨の髄まで存分に味わってみたいと思うのは女子として当然のことじゃろ。ここは一つババア高校だと思うて。うるさー、この性悪うさぎ、そんなところで色目使ってないでこっちに来なさい。わがまま姫が自分のものに手を出すなと怒っておられるわい。ここは大賛の一手じゃな。よろしくしてやるぞい。あれが越後の怪人宇佐美貞光様なんですね。今でこそミク様のもとある程度は統一されている越後ですが、先々代の時代から骨肉の争いの絶えない混沌とした情勢だったそうです。そんな時代にミク様の先代と戦い続け、最後まで抵抗していた反骨の策士、それが越後の怪人と呼ばれる
宇佐美貞光様なんです。はい、非凡な際であったがため、幼き頃にミク様が3個の礼をもってお迎えされたとか。逸話でしか存じ上げませんでしたが、なんだかとても不思議な雰囲気をお持ちの方ですね。それを健介様がおっしゃるのもなんだか面白いですね。工場を聞くにミク様のご養女のようですが。そうですね、ご養女がお二人いらっしゃるのでしょうか。でも一体どのようなご関係なのか。まずはご無事の内乱鎮圧、誠に終着至極にございます。巫女お姉様、越後国主の世継ぎが一人、夏木影虎、お祝いの言上をつかまつりますわ。ありがとう夏希。あなたも無事でよかったわ。ご心配をおかけいたしました。幸い春日山城が逆賊によって占拠された際、少しばかり手勢がおりましたゆえ、中立を貫いておりました。手勢ですって？私その話聞いてないんだけど。はい、巫女お姉様が越中よりお帰りになった際、拝謁を賜ろうとしておりました。私の客人ですの。私の留守中にね。そうですの。私の実家の者が貢ぎ物を持って巫女お姉様に拝謁を申し出ておりまして。実家。へえ、一体誰が来ていたのかしら。私の姉北条綱重が氏康の名代としてまかり越しておりますわ。へえ、まさかあなたが直々に使者としてやってくるなんてね。相模の行商直八幡北条綱重殿。越後国主長尾三九殿にお目見えつかまつる北条おぼろ綱重、北条家ご本城様、氏康の名代としてまかり越した。あなたと戦場以外で顔を合わせるなんて珍しいこともあるものね。で、一体何の用かしら。本日は長尾の養子となった我が姪夏木影虎の実家として国主殿に問責に参った次第。へえ、相模の片田舎の領主が問責なんて大きく出たものね。ミク様、さすがにその言は失礼でございますよ。で、一体何を責めるって？許してあげるからさえずってみせなさい。では妄想。こたびの越後の内乱により、我らが領内である武蔵から上野にかけての治安が乱れに乱れ、北条としては甚だ迷惑至極。これは越後国内の政情が安定しないためであり、長尾家が人心集乱さえもできていない証左ではなかろうか。よって夏木影虎の実家である我が北条家は長尾家に対し、早期の後継者指名と当代の隠居を進めるものである。隠居とはどういうことですの？私そんな話は。夏希は少し黙っていなさい。いいわね。はい。もしこの勧めを無視するのであれば、北条としては致し方なし。養子に出したとはいえ、夏希は我が愛すべき姪である。北条家はその実力の全てをもって夏希の身の安全を確保する。以上、全て氏康の言であるとおぼしめせ。そんな無法な。
面白いこと言ってくれるじゃない。ミクのさっき怖いぐらいなの。しずく、しの、ケンスケの後ろに隠れるの。ちょっと確認なんだけどさ、たった今私は喧嘩を売られたって認識でいいのよね。ね、そういうことよね。よかった。最近腹が立つことが多くてむしゃくしゃしてたのよね。事態が事態だから前に出ることもできないし。ちょうどいいわ。その喧嘩買ってあげる。まずい。またややこしいことに。返事はあんたの首ってことにしてあげるわ。そこまでじゃ。そこまでじゃ、ミク様。じき8万も塚から手を離しておくのじゃ。宇佐美、なぜ止める？たかが一武将の首なんぞ取っても事態は解決せんのは分かっておるじゃろ。越後と相模が喧嘩をして得をするのはどこじゃ。言うてみー、小娘。短気は損気じゃと何度も教えたじゃろうに。機関気が強くて困るの、この未熟者め。うっさい。あんたも切るわよ。それができる主ならわしの苦労も減るというものじゃ。で、綱重よ、先ほど氏康の源であると言うておったが、ありゃまことか？名代としてまかり越した。我が言葉は氏康が言葉とおぼしめせ。なるほどな。ならばまだ本格的に手を出すつもりはないということじゃな。まったく、相模の志士は相変わらずいやらしい時期にいやらしい手を打ってくるわ。さて、状況は出揃ったの。で、頭が冷えたミク様はどうするおつもりじゃ？どうもしない。私はまだ双剣であり、後継者を決める必要性を認めないわ。では我らは夏希の身の安全を守るため護衛の者を越後に派遣させてもらう。そんなこと許すと思っているのかしら。身内を守るための手立てに許可など必要なし。その物言いが喧嘩を売ってるって言ってるんだけど、やっぱり買ってやろうかしら。いつでも安売りして差し上げましょう。なら釣りはいらないから取っておきなさい。相模へ逃げ帰るとき旅費に困ってしまうでしょうから。必要あらじ。負けて泣いている己を慰めるために団子でも買うがよろしかろう。やれやれ、これでは交渉にもならんわ。後継者を決めると言っても、一体どうやって決めるというのですか？というと、陸お姉様が決めれば北条の皆様はご納得されるのでしょうか？そういうことをお求めになっているわけではない、そう感じるのですが、いかがでしょうか？我が北条が越後に求めるのはただ一つ。一つですか？それは西と東に難儀を抱える北条としては、北で面倒事が起これば
この上もなく面倒な市議となる。それだけは避けたい。だからこそ今回のようなことがないよう越後は後継者を決め、領内の安定を図ってほしいのだ。なるほど。越後が後継者を決めていれば今回のような内乱はなかったと、そう言いたいのですね。その通りだ。この場にいる誰もが北条側の論理は難癖すぎると思っています。ですがその強弁も時と場合によっては大きな力を持ちますからね。証拠はありませんが、おそらくはわかりました。ならば長尾としての答えは一つ。私と夏希ちゃんの二人、どちらがお姉様の後継者にふさわしいか決めましょう。何を。わかった。あんたに任せる。はい。あなたはミク様の養子の一人、確かクー様とおっしゃいましたね。いかにも。決めるとおっしゃったが、一体どのようにして越後国主の跡継ぎにふさわしいと決めるのです？私も夏希ちゃんも後継者という前に一人の武士、一人の物の符なのです。当然戦で事を決するか。その意気やよし。しかしクー様、夏希には我ら北条がついている。果たして勝てますかな。もとより。はい、分かった。ならば戦場で会いましょうぞ。ことここに決したり、一のご養子クー様が後継者となるか、氏康が末の娘夏希景虎が後継者となるか、とくと拝見させていただこう。お姉様お待ちくださいまし。頑張りました。私頑張りましたよ。はい、頑張りました。一生懸命に頑張りましたよ。クー様これぞどやってございます。どやーでございますぞ、クー様。どやー。頑張ったよ、私。アイナ見てくれていた？越後きっての義兄人樋口アイナ兼次、この可愛いお目目で確かに見ておりましたぞ。ドーン。ありがとう、アイナ。まったく、よくも大見栄を切ったものね、クー。勝手をしてしまい誠に申し訳なく。ごめんなさいです。とにかく今はアイナと共に部屋に下がっていなさい。他の者も下がれ。
何よ、あんたもさっさと出て行きなさい。いいわけないでしょ。早すぎるのよこんなの。せめて五分五分だったら私は。だけど口に出した以上、グーには必ず実行してもらうわ。逃げることは許さない。あんたもね。武藤ひふみ、山本恋、ただいま越後より戻りましてございます。二人ともご苦労でやがる。で、越後はどんな感じだったでやがる？それが春日山城が思いのほか早く落ちたため、付け入る隙がなかったと言いますか。ああ、それはさすが越後の竜といったところでやがりますな。まあそうとも言えないようで。どういうことでやがる？影虎陣営には竹にスズメの家紋の他に見慣れぬ旗が翻っていたとか。もったいぶるでやがるな。誰でやがる？一つ引き漁の旗、足利二つ引き漁、それに赤鳥や藤立花など多種多様といえばお分かりになるでしょう。例の男でやがるか。姉上から命じられはしたものの、いまいちよくわからんかったでやがるが、越後の内乱に一枚噛んでいたでやがるなら、確かに姉上の言う通りであるかもしれんでやがる。で、越後は今はどうなんでやがる？春日山城を落とした影虎殿はすぐに春日山周辺の豪族の掌握に努めたようですが、ここに来て何やら東南の風が吹いた模様です。東南？まさか小田原の女狐でやがる？ご名答です。どうやら北条がちょっかいを出してきたようで。それはまた面白くなりそうでしょ。でやがるな。とはいうものの、これで我らも動きづらくなったでやがる。動きづらくですか？さすがに北条長尾の領有と同時に戦うほどの力は我らにはないでやがる。ここは剣の一手でやがるよ。北条のちょっかいが終わった後でドドーンと登場するのがいいでやがる。しかし再び巻き起ころうとしている内乱の風、その風を利用する方が事が運びやすくなるのではないでしょうか。それはダメでやがる。下手に手を出せば一致団結される危険性があるでやがるからな。そうなれば厄介でやがる。それに喧嘩の途中で乱入するのはかわいそうでやがる。決着がつくまでとことんやらせればいいでやがる。我らが越後に手を出すのは状況が落ち着いてからでやがる。正々堂々越後と雌雄を決するでやがる。天球様は相変わらずのようで。おかしいでやがるか？いいえ、ご一門の皆様はお天道様のもと、そのまままっすぐにお進みくださいませ。まさしく。では交互の方針は？旗を出さず隠れておくでやがる。一徳斎殿には草刈りに精を出してもらうでやがる。御意。ではそのように手配りしておきましょう。頼むでやがる。それが終わった後は即郎でやがるが、越後の内乱をつぶさに調べておくでやがる。状況によっては手を出しますか？北条の紐がつくのはまずいでやがるからな。悟られぬようにするでやがる。少し難しいがよろしく頼むでやがる。承知。では私たちはこれにて。気をつけていくでやがる。